こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様、軽キャンを作っている動画になります。完成までの工程はすべて再生リストにまとめてますので、まだご覧になってない方はぜひチャンネル登録をして最初からご覧ください。今回の作業は、まず錆止めを塗っていきます。次に傷やへこみをパテで埋めていくといった作業をやっていきます。こういった作業は初心者なのですが、ネットや YouTube などでいろいろ調べてから作業を行っています。よろしくお願いします。まずは車両の錆があるところにこちらの錆転換剤を塗っていきます。Amazon で購入したホルツの錆転換剤になります。値段は送料込みで873円でした。初心者なので説明書をしっかり読んでから作業を行っています。こちらの錆転換剤は面倒な錆取り作業はなし。錆に直接塗るだけで赤錆が錆止め被膜に変化します。変化した被膜が錆の再発を防ぎます。その上に塗装をすることも可能です。といった商品になります。使用方法はこちらになります。1、汚れ、油分等をしっかり落とします。2、使用前によく振り、付属のカップに錆チェンジャーを必要量出し、付属のハケを使い錆の上に塗ります。3、乾燥とともに本液を塗った部分が黒錆へと変化します。ということです。こちらが注意書きになります。錆に対し液体が完全に浸透せずに残っていると錆の再発につながります。錆の発生状況に応じてあらかじめ錆を落とす等の作業をしご使用ください。とのことです。説明書の通りにやっていきます。錆がある場所の汚れ、油分等をしっかり落としてから塗っていくということです。まず最初に錆がある部分すべてにパーツクリーナーを使って汚れや油分を取り除いてから転換剤を塗ってます。特に難しいことはないです。作業自体はとても簡単です。錆転換剤を塗ってパテ埋めまで終わったら、車両は宝塗料で手塗りしていく予定です。塗装の前に車両に傷をつけていく足付けという作業があります。サンドペーパーで車両すべてに傷をつけていって塗装が乗りやすくなるといった効果のある足付けを行うということになります。こちらは錆が一番ひどくて穴が開いていました。内側まで転換剤をたっぷりと塗ってます。こちらの錆は触るとボロボロ崩れていくぐらいとてもひどかったので、あまり触れないようにして転換剤を塗りまくってます。転換剤を塗って穴をパテで埋めて塗装まで終わって半年以上経ってますが、穴が再び開いてくるといったことはないです。一通り錆の部分に転換剤を塗り終わりました。完全に乾燥するのが8時間ということなので、完全に乾燥するまで時間を空けます。次に傷やへこみがある部分にパテを塗っていく作業を行います。パテは Amazon で厚付けパテチューブタイプというものを購入しました。送料込みで1260円でした。こちらのパテの用途が直径15センチまたは深さ20ミリまでの自動車ボディの傷、へこみの補修ということです。使用方法がこちらになります。1、下地処理。付属のサンドペーパー150番に水をつけながら補修部分の塗装膜や錆などをきれいに落とし、シリコンオフで油分や汚れを取り除きます。2、混ぜる。厚紙もしくはパレットにチューブから出し、付属のヘラで均一になるまでよく混ぜます。硬化剤と主材の混合割合が100対2だそうです。同じ長さが割合100対2の目安だそうです。作業可能時間は約10分とのことです。3、塗る作業になります。混ぜ合わせたパテを補修部分にヘラで埋めるようにして貼り付けます。注意書きで一度に10ミリ以上の厚塗りは割れや剥がれの原因となりますので注意してくださいとのことです。パテの硬化時間は約1時間とのことです。4、パテ硬化後、サンドペーパー320番と600番で整えます。その後、薄付けパテを塗り、硬化後、サンドペーパー600番で滑らかに整え、塗装してくださいとのことです。今回機材のトラブルで動画の撮影ができませんでした。パテを塗るまでのわかりやすい動画が別でありますので、こちらをご覧ください。へこみ、傷の補修に使用するパテです。
サンドペーパーで下地研磨をしっかり行っておきます。シリコン布で脱脂しておきます。パレットに主材と硬化剤をチューブから出します。割合は取扱説明書に従ってください。付属のヘラで均一になるまでしっかり混ぜます。ヘラを軽く押し付けるように一方向に塗りつけます。パテの塗り方のポイント。少し高く盛り上げるということです。研磨した範囲より広めに塗りつけます。放課後、サンドペーパーで研磨してパテ表面を平準に仕上げます。研磨後、パテ表面に小さな穴ができた場合、酢漬けパテを使って埋めてくださいとのことです。ということで、動画は撮影できなかったのですが、パテを傷やへこみがある部分にすべて塗り、硬化した状態がこちらになります。ここからサンドペーパーでパテを削っていって、平準な状態にしていくという作業をやっていきます。水をかけながらサンドペーパーでひたすら削っていきます。パテの説明書や動画の通りに作業を進めていきます。サンドペーパーで削りながら時々指で触っても段差が感じられなくなるぐらい綺麗に削っていってます。一通りパテをきれいに削ることができました。次にきれいに削ったパテの上にこちらの超薄漬けパテをスプレーで吹き付けていきます。こちらは Amazon で送料込み873円で販売されています。こちらは薄く広範囲に均一に塗れるスプレーパテです。仕上げ面のピンホールや細かい傷を埋め、乾燥後の研磨性に優れ、プラサフの約2倍程度の肉持ちがあり、上塗り後の膨れや亀裂、縮みなどが起きず、広範囲に薄くパテ塗りができる商品になっています。使用方法はこんな感じになっています。1、埋める。パテで仕上げた面のピンホールや細かい傷を埋めます。吹き付け。一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動しながらやや薄めにまんべんなく2、3回ぐらい塗り重ねてください。3、仕上げ。乾燥後、サンドペーパーで表面を整えるということになっています。薄漬けパテが乾いたら、再びサンドペーパーで削っていきます。サンドペーパーを固定できるハンドサンダーという商品を使って削っていってます。こちらはダイソーで購入しました。これでパテ埋めの作業は一通り完成となります。指で触っても段差が全くありません。初めてにしてはよくできたかと思います。残りの箇所も同じように削っていきます。
こんな感じでサビ止めとパテ埋めの作業が全て完了しました。初めてにしては割とよくできたんじゃないかと思います。次の動画では足付けをして全塗装をハケとローラーで宝塗料を使ってやっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。